皆さんこんにちは、幸子です。アニメや漫画が好きな人にオンラインで日本語を教えています。今日はアニメや漫画の話じゃなくて、おすすめのチェーンレストランや居酒屋の話を優しい日本語でしたいと思っています。私はオンラインで日本語を教えているんですが、日本旅行をする生徒さんからよくおすすめのレストランはどこですかと聞かれます。その時はだいたいローカルな美味しい店を教えるんですが、でも日本には美味しいチェーンレストランや居酒屋がたくさんあって、私もそうですが、日本人はいつもはチェーンレストランに行くことが多いです。今日は、日本人に人気があって安くて美味しいおすすめのチェーンレストラントップ5を、教えます。日本で生まれたお店で、東京だけじゃなくて大阪や福岡、北海道まで全国にあるお店を選びました。特に今は円安、円 is very weak ですから、きっと満足すると思います。日本旅行をする人はぜひ最後まで見てみてください。日本に行かない人も、日本人が普段行くレストランがどんな店なのかぜひ知ってください。第5位、ナンバー5、ガスト。ガストはファミレス、ファミリーレストランです。全国に1300店もあるので、見たことがある人も多いと思います。どこの町に行ってもだいたいガストはあります。ファミリーレストランなので、日本料理からハンバーガー、パスタ、ラーメンなどいろいろな食べ物があって、しかも1000円から1500円ぐらいで食べられます。子供のメニューは800円ぐらいで食べられますし、おもちゃがついていたり、ジュースの飲み放題が100円くらいなので、私もよく子供を連れて行きます。でもフリー Wi-Fi があるので、仕事をするために一人で来ている人もたくさんいますから、一人の旅行、一人旅の人にもいいです。私のおすすめはハンバーグと唐揚げです。1200円くらいでお腹いっぱいになります。ガストだけじゃなく、日本のファミリーレストランはドリンクバーという飲み物おかわり自由のオプションがありますから、だいたいドリンクバーのオプションをつけて、飲み物も飲みすぎるくらい飲みます。注文もタッチパネルで、英語、中国語、韓国語があって分かりやすいです。古いお店にはない時もあるみたいですが、ほとんどの店はあると思います。ガストの好きなところは、猫ちゃんのロボットが料理を運んできてくれること、このシーンですね。このシーンは今では普通なので、日本人は誰もびっくりしませんが、初めて見た時は楽しくてワクワクしました。こうやって料理が来ることもちゃんとわかります。猫のロボットは時々道に迷ったりすることもあるんですけど、猫ちゃんが可愛いから助けてあげたくなります。料理を食べる前から楽しいお店っていいですよね。ぜひ行ってみてください。第4位、ナンバー4、フレッシュネスバーガー。フレッシュネスバーガーは見た目はあまり日本っぽくない感じなんですけど、日本で生まれたハンバーガーショップで、
160店全国にあります。私ハンバーガー大好きで、よくいろんなハンバーガーを食べるんですけど、マクドナルドやバーガーキングよりずっとこっちの方が好きです。シェイクシャックも大好きなんですけど、フレッシュネスバーガーの方が安いです。ハンバーガーのバンズ、パンがふわふわしているし、お肉も野菜もいっぱい入っていて、すごく美味しいです。外国のハンバーガーよりもマイルドな味がします。特におすすめなのは黒毛和牛バーガー。安いハンバーガーならガーデンサラダバーガーです。牛肉が食べられない人なら塩レモンチキンバーガーやサーモンバーガーも美味しいです。お肉はソイパティ、肉を使わない大豆のパティに変えることもできます。バンズも砂糖が少ないものに変えることもできます。結構見たことないハンバーガーがいっぱいあるので、多分楽しいと思います。サイドメニューもちょっと珍しいものがあって、私はポテトじゃなくてレンコンフライを頼むことが多いです。味はポテトに似ているんですが、サクサクしてて美味しいです。飲み物はレモネードが美味しいですね。スイーツも美味しいものが多くて、カフェのように使うこともあります。同じ日本で生まれたハンバーガーショップ、モスバーガーもすごく好きで、この店はフレッシュネスよりたくさんあるんですが、フレッシュネスバーガー見つけたらぜひトライしてみてください。第3位、ナンバー3、大戸屋。大戸屋は和食のチェーンレストランです。日本には330店あります。渋谷、池袋、新宿など大きい街ではよく見ます。外国にもあるので知っている人も多いかもしれませんね。大戸屋は定食屋といって、定食はセットメニューをメインで売っています。メインの料理にはご飯と味噌汁がついて、野菜の小さなサイドメニューも一緒につきます。唐揚げとかとんかつとか揚げ物が多いですけど、焼き魚も多くて、日本の家庭料理を食べたい人におすすめです。チェーンレストランの中ではこの大戸屋が一番お母さんの味に近いと思います。一人暮らしをしていた若い時は仕事も遅くまでやっていて、全然料理ができなかったので、バランスのいい料理が食べたい時、よく大戸屋さんにお世話になりました。だいたい1000円から1500円くらいで、食べられます。これで本当にお腹いっぱいになります。大戸屋はアメリカのニューヨークとかタイやシンガポール、台湾にもあると聞きました。特にアメリカでは2倍から3倍ぐらいの値段ですから、日本で安く食べられるのはいいと思います。日本人に人気がある日本の家庭料理が食べたい人はぜひ行ってみてください。モバイルオーダーの店が多いと思いますが、英語と中国語でもメニューを見ることができるそうです。あとはこの間までアニメ配給のコラボをしていて、まるでコラボカフェみたいになっていました。ファンには嬉しいサービスですね。日本に住んでいる
私の外国人の生徒さんもこのお店が大好きな人が多いです。ぜひ行ってみてください。第2位 No.2 串カツ田中。串カツ田中は居酒屋です。全国に270店あります。大阪の有名な食べ物、串カツの居酒屋です。串カツは細いスティックに刺さった揚げ物のことで、お肉から魚、野菜、チーズ、そしてオレオまで何でも揚げて食べます。串カツは1本100円から200円くらいです。みんなで好きな串カツを注文して食べます。私のおすすめの串カツはチーズです。私の家族は絶対チーズを注文します。あとは椎茸、豚肉、野菜の串カツもすごく美味しいです。ソースをつけて食べます。オレオはまだトライしたことないんですけどね。普通の串カツ居酒屋は他にもあるんですが、私が田中をおすすめする理由は楽しいからです。まず店員さんが元気。お店はいつも賑やかで、お客さんの私たちも元気になります。スタッフはネームカードをつけていて、話しかけても大丈夫です。そしてチンチロリンというドリンクのサービスがあるんですが、サイコロ、ダイスですね。でゲームをして、そのサイコロの出た数字で飲み物が無料になったり半額になったり、飲み物がメガジョッキという大きい飲み物になったり、私はだいたい飲み物がメガジョッキになるんですが、ゲームをしているみたいで楽しいです。それからたこ焼きを自分で作ったり、ポテトサラダを作ったりできるのも楽しいです。子供と一緒だとさらにすごいサービスがあって、じゃんけんで店員さんに勝つと飲み物が無料になるとか、たこ焼きやアイスクリームが子供は無料で食べられるなど、子供がいる人には嬉しいことが多いです。それでよく田中に来てしまいます。田中は結構人気の居酒屋なので、午後6時までに店に入るか予約をした方がいいです。週末は昼の時間やっている店が多くて、昼の方が空いています。外国人の旅行者が多い町の田中には英語のメニューもあります。楽しいのでぜひ行ってみてください。第1位 No.1 しゃぶ葉。皆さんはしゃぶしゃぶっていう料理を知っていますか？こちらのビデオにあるような鍋でお肉や野菜を入れて食べる料理なんですが、しゃぶしゃぶって結構高い料理なんです。いいしゃぶしゃぶレストランだと1人1万円から3万円ぐらいします。でもこのしゃぶしゃぶを安く食べられる店があります。それが1位のしゃぶ葉です。ここはしゃぶしゃぶ食べ放題のチェーンレストランです。2000円から3000円くらいで食べられます。食べ放題ですから、肉もたくさん食べても追加料金、エクストラフィーはありませんし、鍋のスープの味もいろいろな種類から選ぶことができます。しかも最後に肉につけるタレ
ソースもいろいろなものがあるので飽きません。選ぶコースによって食べられるお肉が変わりますが、肉は、鶏肉、豚肉、牛肉があります。そして野菜もすごいたくさんあります。ご飯もあるし、麺もあるし、カレーライスもあります。デザートが特に人気があって、ワッフルを作ったり、アイスクリームも食べ放題なので、子供はパラダイスだと言います。日本人の大好きな言葉にコスパ最高という言葉があります。コスパはコストパフォーマンスの意味で、安いのにいいもののことを言います。よく使う言葉なので、ぜひ覚えてほしいのですが、しゃぶ葉はコスパ最高です。こちらのレストランは最初に紹介したファミレスガストと同じグループ会社、スカイラークグループがやっているので、タッチパネルで注文します。もちろん英語、中国語、韓国語で注文できます。大体のお店では猫ちゃんのロボットにも会えます。しかも私が行ったお店では、お店に入るためのエントランスチケットを取るシステムがあったのですが、英語を選んだ人は英語で自分の数字を呼ばれて、中国語なら中国語で数字を呼ばれるので、すごく優しいシステムだと思いました。お客さんは外国から来る人もとても多いです。私も生徒さんにこちらのお店を紹介したのですが、生徒さんとそのご両親にとても喜んでもらいました。もちろん日本人にも人気があるので、人が多い町のしゃぶ葉は予約した方がいいです。先週渋谷の店の晩ご飯を予約しましたが、1ヶ月後の予約しか取れませんでした。予約ができないときは、昼ご飯の12時や1時、晩ご飯は6時から8時くらいは行かない方がいいと思います。待つ時間が長いです。すごく人気ですが、予約をしていけば安心して食べられますので、ぜひ日本料理しゃぶしゃぶを食べてみてください。今日は私のおすすめのチェーンレストランについてお話ししましたが、どうでしたか？今回紹介できなかったチェーンレストランは他にもあります。例えば、すごく安いけど美味しいイタリアンレストランサイゼリヤとか、料理が注文してすぐ出てくるハイスピードな安い中華料理日高屋とか、ライスバーガーが美味しいモスバーガーとか、たくさんあります。皆さんの好きなチェーンレストランはありましたか？今日紹介した店、私の国にもありますという人がいたら、ぜひコメントで教えてください。それからチェーンカフェもすごくいいカフェがあります。もしたくさんのグッドボタンがついたら、次はおすすめのチェーンカフェを紹介したいと思っています。このチャンネルではアニメや漫画についての話や、日本の旅行におすすめの場所を優しい日本語で紹介しています。日本に来る皆さんの役に立てたら嬉しいです。それではまた。